こいつだけおかしい。イエーイ。はい。こいつだけおかしいんですよ。アダムの強さについてちゃんと話しておいた方がいいと、ラストをロケラン委員会、並びに金曜バスケクラブの皆さんから連絡がありました。何を隠そうこのアダム、各地で相当な悪さをしています。このキャラがいなければロケラン最強説などは生まれなかったでしょう。そして各有私もずっと戦車染めを使ってきましたが、シーズン3の中盤ぐらいからアダムが1軍入りしてウィリアムズを1軍落ちしているようなありさまです。今回はアダムの強さについて迫っていきましょう。この動画でわかることはアダムがやべえということです。使っている兵士を問わず役立つ内容になると思います。まずはアダムの基本性能を紹介していきましょう。彼はロケラン英雄で、どちらかというと防御型の英雄です。左上、通常攻撃スキルは至って普通の通常攻撃スキルです。私も1軍に入れてるんですが、通常攻撃はまだスキル途中までしか上がっていません。左下、彼がいるだけで効果を発揮するパッシブスキルは、茨の走行。これは前衛の味方が受けるダメージを軽減させるスキルで、防御反撃状態のロケランの場合は、さらに効果が2倍になるというスキルになっています。ぶっちゃけ、このロケラン英雄に効果が2倍になるというのは、私やりすぎなんじゃないかと思うぐらい強いです。そしてアダムの本体と言っても過言ではない右上のバトルスキル防御反撃ですね。これは前衛プラスアダムを防御反撃状態にする効果があって、敵から通常攻撃を受けると通常攻撃で反撃するというスキルになっています。結構わかりにくいスキルなのでざっくり紹介します。ちなみにこの動画見ておくとより理解深まると思うので、より詳しく知りたい方は概要欄のリンクから見てみてください。まず防御反撃状態っていうのは、この英雄の周りに卵の殻みたいなぐるぐるっていうのが巻きつきます。これが防御反撃状態で、効果対象はアダム自身プラス前衛の味方2体につきます。防御反撃中のこのキャラに、このカーリーの攻撃が来たとしましょう。すると、このマクレガーはカーリーに1秒に1回反撃するという風になってます。仮に同時に3体から攻撃が来たとしても、反撃できるのは1秒に1回だけなので、特定の1キャラだけに反撃をします。みんなに攻撃できるわけじゃないです。この反撃は通常攻撃で反撃をするので、自分の通常攻撃が強いキャラクターとの相性がすごく良いです。ロケランで言うとテスラやスウィフト、航空機が戦うときはスウィフトですね。それから専用武装解放後の D はもう通常攻撃強くなるので相性がいいです。シーズン3で UR 化したスカーレットも通常攻撃の倍率がやたらと高いのでアダムとの相性が非常に良いです。実際にどんな戦いを見せるのか少し見てみましょう。まずはロケランでの活躍ですね。前にスイフト、後ろにアダムを置く通称ロケランハッピーセットが、航空機に対してめっぽう強いです。スイフトを前に置くのは、初めは少し抵抗があるかもしれませんが、専用武装、それからいい装備、加えてスキルチップが強くなってくると、スイフトを前に置いても十分耐えてくれます。アダムも前衛のロケランの守備力を上げる効果があるので、前に配置したスイフトは驚くほど硬く長時間反撃をし続けてくれます。はい、こんな感じですね。一番最後まで残っているのはスイフトで、攻撃を続けてくれています。これで航空機にとどめを刺していくと。戦闘国こんな感じになります。もうスイフトが圧倒的なダメージソースですね。続いてこの形ですね。前にディーバーを置いて後ろにアダムが入る航空機の形です。主に専用武装が強くなってきて、で、かつその辺の戦車はもう簡単にひねれるよっていう方が、同じ航空機と差をつけるでしたり、ロケランに対抗していくために使う形です。実戦で使えるほど私これ育ってないので残念ながら動画なしです。そしてなんと戦車部隊でも活躍してくれます。前にスカーレット、キンバリー、そして後ろにアダムが入る形ですね。ウィリアムズはクビです。私シーズン3に入ってからもうずっとこの形で戦ってます。相手の兵士を問わず汎用的に戦えるのがすごくいいところです。相手の育成度にはよりますが、一見隙のなさそうな航空機であっても勝っちゃったりします。こちら少し戦力的には上の航空の人ですが、しっかりとですね、反撃が相手のメインアタッカーに入っていくと十分落とせます。相手が航空の場合はスカーレット、それからキンバリーが半分ずつダメージを通してくれる感じですね。はい、しっかり残ってくれてますね。めちゃめちゃ硬いです、この二人。
後ろにマーフィーとアダムがいるので、全員を守ってくれる力も高いですね。戦車はどうなの？相手が戦車だったらどうなのっていうところもあると思いますが、これも強いです。相手が戦車の場合は、キンバリーが主なダメージソースになってくれます。相手、ゴリラ付きの 40M の戦車、こちら 36M 内なので、一見差があるようですが、まあ、3M 差ぐらいでしたら、体感、余裕で返していける感じですね。まあ、それくらいですね、防御反撃の効果っていうのが大きいです。で、相手が戦車だった場合、アダムが入ってる戦車と、あとはフル戦車、これどっちの方が戦えるのかっていうのも試してみたんですけど、ぶっちゃけほとんど変わらなかったです。相手がロケランになってくると、もしかしたら差が出るかもしれませんが、正直ですね、この2つあんまり変わらないんで、ならば航空にも戦えるアダム入りの方がいいなっていう風に思ってます。さあ、あんまり戦う機会は多くはないですが、格上のロケランとの試合も見ていきましょう。この方ですね、非常に科学の育成度、そして装備の感じも私と似通っているので、私のリソースをロケランに全振りしたらこんな感じかなっていう感じです。さあ、お互い結構体力少なくなってきていますが、有利属性ですからね、3M 差ぐらいは返していきたいところ。反撃でギリギリまでキンバリー頑張ってくれましたね。でも危ないぞ。なんか怖いな。もうちょっと余裕で勝ってほしいところですが、なんとか落とし切りましたと。そして防御反撃はこんな感じにドミネーターも反撃するんですよね。これは間接的なロケラン強化ではないかというふうには思うんですけれども、まあね、前にはありますから前衛の味方という判定なんでしょう。ただドミネーターも物理攻撃なので、もし物理が猛威を振り出したら物理防御を持つマーフィーの株が上がるんじゃないかなとは思います。はい。というわけで今回はもういろんなところで悪さをしちゃうアダムについての動画でありました。この動画良かったよ、参考になったよというふうに思った方、ぜひいいね、それからチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。特にシーズン3に入ってスカーレットが UR 化した後は、このアダムとスカーレットのコンビというのはめちゃめちゃ強いので、正直無課金ユーザーのシーズン3の編成はもうこれが回答なんじゃないかなっていうふうには思ってます。このスカーレットもアダムもですね、専用武装がなくても強いっていうところがかなりポイントが高くて、どうしても武装のかけら、リソースが足りなくなると思うんですが、それをですね、他キャラに触れるので、非常に扱いやすい編成だと感じます。よければ皆さんもアダムとスカーレットを使ってみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。その見た目からですね、バカにしてきたんですよ。散々ね。ファゲとか、黒豆とか、松崎とかね。ただびっくりするぐらい仕事ができるやつだったんですよ。あれですか？ビジュアルと性能は反比例するとか、そういうのありますか？じゃあ私が作ったこのキャラとかめっちゃ強いですよね。シーズン4は海が舞台じゃないかって聞いたから作ったんですよ。名前ですか？名前はもちろん、海を治めると書いて、カイジです。